3枚のお札。昔ある寺に小僧と和尚が住んでいた。小僧はある日、村の子供たちが栗を拾って裏山から帰ってくるのを羨ましそうに見ていた。翌朝、どうしても羨ましくなった小僧は和尚に尋ねた。和尚様、裏山に栗拾いに行ってもいいですか？和尚はなだめるように答えた。裏山にはいかん方がええ。しかし小僧はあれこれと理由をつけ、だだをこねた。和尚は困り果てたが、遠くから聞こえてくる村の子供たちの遊ぶ声を聞いて、小僧を不憫にも思い、そしてついに折れ、小僧に言った。裏山には山んばがおる。日が暮れる前には必ず寺へ帰ってくるんじゃぞ。小僧は飛び上がって大喜びし、早速栗を入れるかごを取ってきた。これこれ、お待ちなさい。和尚は小僧を呼び止めると、3枚のお札を懐から出して小僧に渡した。もし困ったことがあったら、このお札に願い事を言うがええ。きっとお前を助けてくれる。小僧はお札を受け取ると、和尚様、ありがとうございます。では、行ってきます。と、喜び勇んで裏山へかけていった。山に入ると、大きく実ったイガグリが栗の木から手を離し、至るところに落ちていた。小僧はあそこにもここにも栗の木を見つけると、花から花へ蜜を吸いに来る蝶々のように山の奥へ奥へと入っていった。時間を忘れ、栗拾いに夢中になっていた小僧がはっと顔を上げると、今にも泣き出しそうな雲の向こうに日はもう落ちようとしていた。小僧は急いで山を駆け下りたが、あっという間に日は落ち、あたりは暗闇に包まれてしまった。ふと見ると小さな明かりが見える。小僧はその小さな明かりに向かって歩いた。その小さな明かりは小さなあばら屋だった。小僧は戸を叩いた。すみません。日が落ちてしまって、一晩泊めてもらえませんか？ガラガラっと戸が開くと、中から老婆が顔を出した。老婆は小僧を見て、優しい声で言った。おやまあ、かわいい小僧さん。お困りでしたでしょう。どうぞどうぞ、中に入って火に当たりなさい。老婆は小僧を家の中へ招き入れると、いろりの前に座らせた。外では泣き出した雲が屋根を叩き、パラパラと音を立て始めた。老婆は栗を茹でてくれた。小僧は栗をたらふく食べて、暖かい日に当たっているうちに眠くなり、うつらうつらし始めた。すると老婆は
優しく言った。そこへ横になったらええ。小僧が横になると、老婆は反転をかけてくれた。そして眠りに落ちていった。どのくらい時が経ったのか、小僧は夢うつつの中で雨漏りの音を聞いていた。ポトン、ポトン、ポットントン、ポトバの顔見れ、ポチを見れ、ババの顔見れ、口を見れ。小僧はそっと目を開けて老婆の顔を見てみた。その顔は目を真っ赤に燃やし、牙をむき出したヤマンバだった。ヤマンバはよだれを垂らしながら包丁を研いでいた。このままでは食われてしまうと思った小僧はヤマンバの隙を見てそっと起き上がるとゆっくり戸口へ向かった。小僧どこへ行く？ヤマンバが叫んだ。小僧は震え上がり、川屋に。そんならその隅で済ませばええ。和尚様に怒られる。川屋に行きたい。しようのない小僧だ。ヤマンバは腹を立てながら縄を持ってきて、小僧の腰に縛り付けると、外にある川屋へ連れて行った。ほれ、さっさと済ませろ。わしが呼んだら返事をするんじゃ。そう言うとヤマンバは縄の端を握りしめ、小僧を川屋へ放り込んだ。小僧はなんとか逃げる術はないかと考えた。小僧まだか。もうちょっと。ヤマンバはひっきりなしに小僧を呼んだ。小僧は和尚にもらったお札のことを思い出し、そのお札を川屋の柱に貼り付けると、腰の縄を解いてその柱に縛り付けた。そして自分の代わりに返事をしてくれるよう願った。小僧まだか。するとお札はもうちょっと返事をした。小僧は川屋の窓からこっそり抜け出すと、暗闇の山道を無我夢中で駆け下りた。ヤマンバはお札に呼びかけ続けていた。小僧まだか。もうちょっと。小僧いつまで川屋に入っておる？もうちょっと。もう我慢ならん。はよう出てこい。ヤマンバはそう言うと、縄を力いっぱい引っ張った。すると川屋は崩れ落ち、折れた柱がずるずると出てきた。ヤマンバはその柱の破れたお札に目を留めると、おのれ小僧め、逃がしはせんぞと狼のように地面に顔をつけ、くんくんと匂いを嗅ぎ、暗闇の中を追ってきた。小僧を追いかけてくる声はどんどん大きくなる。ヤマンバは小僧のすぐ後ろまで迫っていた。小僧は2枚目のお札に願いを言った。大きな川出てこい。お札はたちまちに大きな川になると、ヤマンバを飲み込み押し流した。しかしヤマンバは川の水をごくごくと飲み干し、
なおも小僧を追ってきた。待て小僧。小僧は三枚目の札に願いを言った。燃える砂山出てこい。するとお札はゴーゴーと燃え盛る砂山になり、ヤマンバの前に立ちふさがった。ヤマンバは一瞬たじろんだが、川の水を吐き出して炎を消し、砂山をよじ登ろうとした。しかし砂山は一歩一歩と登るたびに崩れ、なかなか登ることができなかった。小僧は見えない石につまずき、枝は何度も顔を叩いたが、それでも死に物狂いで走りに走った。やっとのことで寺にたどり着くと、和尚の前に駆け込んで訴えた。和尚様、助けて。ヤマンバが来るよ。おいらを食べに来る。和尚は慌てもせず火鉢で餅を焼いていた。そして小僧に言った。だから言うただろう。裏山には行かん方がええと。日が暮れる前には帰ってこいと。これからは言いつけをよく守り、修行もより一層励めるか。よく言いつけを守ります。修行も一生懸命やります。だから早くヤマンバが来る。ではここに入っておれ。和尚はそう言うと、唐びつに小僧を入れて本堂の仏様の前に置いた。と同時に戸口を乱暴に開け、ヤマンバが入ってきた。和尚、小僧が来ただろう。小僧を出せ。和尚は答えた。小僧を出せと言われてものう。栗拾いに出かけたまま帰ってこんからのう。ヤマンバはあたりをくんくんかぎ回り、唐びつに目を留めると和尚に言った。じゃあその唐びつをよこせ。和尚は答えた。そうじゃのう。やってもええが。そうじゃ、わしと術比べをして、お前が勝ったら、あの唐びつをやろう。ヤマンバはにやりと笑って答えた。ほう、面白そうじゃ。どんな術比べをする？和尚は言った。そうじゃのう。どれほど大きくなれるか見せてくれぬか。ヤマンバは不気味にほくそ笑むと、タカツク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 と唱え、見る間に大きくなった。ヤマンバは天井から窮屈そうに体を折り曲げ、自慢げに和尚に言った。どうじゃ。和尚は驚いた様子で答えた。ほう、すごいのう。けんど、大きくはなれるじゃろうが、豆粒ほどには小さくなれまい。ヤマンバは、そんなの簡単じゃ。と答えると、ひくつく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 と唱え、キューッと縮まり、豆粒ほどに小さくなった。そして、蚊の鳴くような声で言った。どうじゃ。次は和尚、お前の番じゃ。どれ、
では、やってみるかのう。わしの術は、こうやって、と、和尚は言うと、火鉢の餅を手に取り、ひょいとヤマンバをつまむと、餅に挟んで、口に放り込んだ。そして、ごくんと丸飲みにした。和尚は、からびつの小僧を見ると、ポンと腹をたたき、ほっ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 ほ、と笑った。小僧は、その様子を目をまん丸にして、からびつから覗いていた。翌朝、お寺の本堂からは、かわいらしいお経の声が早くから聞こえ、川屋からは、ハエに生まれ変わったヤマンバが、四方八方に飛び出して逃げていった、ということである。